はい、皆さんこんにちは。今日はね、こちら新しいものをね、いただきましたので、こちらのご紹介の方していきたいと思います。ちょっとね、最近仕事が忙しくて、撮影自体がね、もう大体2ヶ月半ぶりぐらいですね。山の作業もね、全然できてないんですけれども、ちょっとね、案件の方も、ございましたので、そちらの方ご紹介していきたいと思います。で、今回、こちら、新しくいただいたのはね、はい、ブローイのですね、ポータブルソーラージェネレーターということで、これが何なのかというと、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、一旦ね、ちょっと中身の方開封していきたいと思います。はい、そしたらね、こちら今開封しました。で、こちらはですね、その名の通りポータブル電源になります。で、ポータブル電源なんですが、このパワーステーションって書いてありますね。このパワーステーション何なのかと言いますと、ポータブル電源に、さらにねすごいのがついてます。はい、ちょっと開けてみましょう。はい、じゃじゃーんと、これです。ソーラーパネル、こちらがね、もう本体に内蔵されてるっていう商品になります。で、YouTube とかでもね、他の方紹介されているものもありますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、これはね本当に画期的な商品だと思います。ちょっとね、最近撮影する時間がなくてね、開封するまで、ちょっと時間かかってしまったんですが、これちょっとね楽しみにしてました。で、簡単にねちょっとスペックの方をご紹介していきたいと思います。で、こちらね、定格出力ですね、出力は、700W というふうになっております。で、その中の、AC 出力ね、コンセントの方の 100V のね出力が1個ついてます。こちらに関しては 600W の出力となっております。定格出力がね 600W なので、使える電化製品に関してはねちょっと制限が出てきますけれども、通常使うものであればねある程度は使えると思います。後でねちょっとどんなものが使えるかっていうのをね、実際に試してみたいと思います。で、容量はですね、614.4Wh ということで、600W クラスで、標準的なね、容量かなと思います。で、リン酸鉄リチウムイオン採用しておりますので、充電サイクルはね3500回以上となってますので、単純計算でね10年以上は普通に使えるというふうになります。で、なんといってもねやっぱりこのソーラーパネルがね標準装備というので、万が一の、災害の時とかね停電だとか、そういった時にでもね、ソーラーパネルがついてるだけで、充電がね少しずつでもやっぱできますんで、それはねありがたい機能かなと思います。今ね天気がいいのでどれぐらい発電するかというのもね、ちょっと合わせてやっていきたいと思います。で、一応ねソーラーパネルの出力は 30W、そこまで高くないんですけれどもね、内蔵タイプで、ついてますんで、30W で、ある程度はねできるのかなと思います。スマホの充電とかね、私みたいにちょっとカメラの充電するとかね、ドローンとか、パソコンの充電とかね、そういったものであればね、十分な容量なのかなと思います。はい、じゃあまず外見の方ねちょっと見ていきます。はい、裏の方はねもう至ってシンプルですね。で、これがね取っ手じゃないんですが、こういう風にねかけれるスタンドがついております。はい、何度ぐらい、45度ぐらいかな。で、こうやってねソーラーパネルを太陽に向けて開くと、ちょうどいい角度になるよということでねできます。で、今ね試しにこれ家の建物の中でね今プレハブの中で開いたんですが、もうすでにね日が当たって今日結構日が強いんですよ。で、充電が始まってます。なんか勝手にね蓋を開けた瞬間に充電が始まります。ということでソーラーパネルにね日が当たった時点で電源を入れなくても勝手に充電が始まるみたいです。これすごいですね。最悪こう車でね移動中とか、あと車を止めてる間とかねこれ開けとけば多分車の中にね光が入ってくればもしかして充電できるんじゃないかなと思います。ディスプレイはちょっとね消しておきますかね。はい、でね今ねだいたい充電がね 80% 以上が点滅なので、だいたい780W ぐらい充電されてる状態かなと思います。はい、それじゃあね端子の方をねちょっと見ていきたいと思います。はい、でまずね USB の方ですが、こちら DC 出力タイプ C のアウトが1個、あとタイプ A がね、2つついてますね。はい、であとこちらがインプット。これはねAC の充電器とか、あとソーラーパネル
別売りのね、ソーラーパネルとかの、外部入力で充電する際ですね。あとシガーソケットからの充電も対応してます。でアウトプットこちらもついております。であと AC とね、DC の今アウト AC とかついてます。はい、で DC もねつきました。こんな感じでね、アウトと AC と DC のね出力調整ができます。でこちらがねカーソケット、これシガーソケットで電源を取りたいときにね、ここから取ることができます。12V の出力ですね。であと先ほどお見せしました 100V の 600W まで対応できるコンセントが1つついてます。設置付きになりますね。はい、こんな感じでね、至ってシンプルな、ソーラーパネル付きのポータブル電源というふうになります。でソーラーパネルね持ってない方結構いらっしゃると思います。でポータブル電源だけ買ってもね、家のコンセントで充電しかできないっていう方、それだとねやっぱりなかなかエコーではないので、ソーラーパネルをね、追加で買う方もいらっしゃると思うんですが、これはねもう一体型となっておりますんで、これ一つあれば、最悪はね、ある程度は使えるのかなと思います。容量がそこまで大きくないので、あと充電もね 30W がマックスということで、充電速度はねソーラーパネルだけだとそんなに速くないと思います。ただねこれ重宝しやすいのが、多分もう車の中とかにね常時入れっぱなしでもねいいくらいの大きさです。はい、もうねトートバッグアタッシュケースのようなね、はい、こんな感じの、ものの形状になってますんで、持ち運びもしやすいですし、コンパクトなので、車のね本当片隅に置いとくだけでも、十分置けるようなサイズになっております。で若干ねソーラーパネルがついてますので重さがあります。私はね普通には持てますけれども、女性の方とかはね、ちょっと厳しいかなと思います。 10.5kg というふうになっておりますが、若干ちょっと重いかなと。ただ小ぶりなのでね持てないことはないです。はい、じゃあこれをね、実際にどこまで使えるのかをちょっと試してみたいと思います。で一応ね本体は、防水防塵になっておりますんで、ある程度こう急な雨とかね、あんまり大雨だとちょっと分かんないですけども、あと砂ぼこりとかね、そういったものにも耐えれる仕様になってます。でこのカバーもねちゃんとシリコンのカバーが全部ついてますんで、比較的ね耐久性といいますか、ポータブル電源でいう、こういった G-SHOCK 的な扱いなのかな。ガードも結構しっかりしてますんでね。でここら辺もゴムのパッドが入ってたりするんで、衝撃性とかね、そういった防水防塵とかね、に優れてますんで、アウトドアキャンプとかね、外に持ち運ぶ方もね十分使って、耐えられるようなものなのかなと思います。でこちらがね充電の方法の方をね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、で充電の方はね、こちらこのケースの中に全て充電できる部品の方が揃っております。これがね AC アダプターの入力になってます。で、注意しないといけないのはこちらのポータブル電源、実はですね 60Hz 固定となっております。なので私の地域 50Hz なんですけれども 60Hz の、電化製品しか使えません。でさらについてくるのはこちら、これ嬉しいですね。車のシガーソケットから充電する 12V の充電器、これね結構別売りになってるポータブル電源もあるんですが、これはね標準装備、これは嬉しいです。なので車の中に入れっぱなしで、もう充電もね車からもう常時つないでおけば、満タンな状態でね、すぐ使えるということで、移動中もね充電できますんで、これはとても便利だと思います。あとこういったね、出力用のアダプター、こういったものもたくさんついてますんで、出力したい時にねこのアダプターに合うものがあれば、DC 出力が使えるようになります。一応ね説明書の方ついてきてます。中身の方を見るとね、ソーラーパネル、30W ということで、充電方法がね4つあります。 AC アダプター、コンセントからだと、6時間となってますね。6時間か。で太陽光パネル、を使いますと、入力の方が 12V から 30V、4.5A 対応ということになりますね。はい、なので市販のソーラーパネルからの入力もできます。ただ電圧がね12から 30V なので、そこはね適合しているかの確認が必要です。でカーチャージね、先ほどのシガーソケット、これもね6時間から12時間となってますので、車の中でね常時こうつないでおけば充電は、
まあ比較的ねできるんじゃないかなと思います。あとは付属のソーラーパネル、これは 30W の出力となってます。でこの4つの充電方法がありますんで、ソーラーパネル本体と、あとそれ以外のね AC アダプター、あと車のシガーソケットからの充電はね、併用できますんで、まあ、そうするとね、若干こう早くねすることができるかなと思います。はい、まあね、日本語の説明書ちゃんと書いてあります。ちょっとねこの漢字がねちょっとこう中国気味のわかりますかね、漢字を使ってますが、まあ一回読みましたけどね、十分わかるものかなと思います。はい、まあ比較的ね使い方は、まあ簡単ですんで、まあこれ1回目を通せばね大丈夫かなと思います。で付属品もね、しっかりたくさんついてきてますんで、まあ通常のポータブル電源としては文句のないような、内容物というふうになっております。それじゃあですね、まず太陽光発電、皆さんが気になっているこの 30W ソーラーパネルどれぐらい発電するか。今日天気がいい秋です、秋というかもう冬というかね、今日11月中旬になりますんで、どれぐらいの、発電ができるか、私が外に作ったねソーラーパネルの発電の台で、ちょっと試しにねやってみたいと思います。はい、今ね若干雲がねかかってますけどもね、やっぱり秋なので太陽はね近いです。日が強いですね。はい、なのでちょっとこの雲がね通り過ぎた後に、計測してみたいと思います。ちなみに今ね若干雲がかかってて、ちょっと見えにくいですが 6W、9W というふうになってますね。はい、はい、じゃあね今ちょうどね雲から途切れた瞬間ですね、直射日光が当たってます。でこれでどれぐらいの出力がするかというと、はい、ちょっとね見にくいかもしれないけど今 14W というふうになっております。 14W 出力 12W かな。また若干薄く雲がかかってるけど 11W で、今試しにねこの GoPro の充電とスマホ、の充電ね、してます。で DC 出力が今 12W というふうになってますんで、ちょっと見えるかな。はい、ここね12W というふうになってますんで、まあ、プラマイゼロですね。充電しながらね、こういった GoPro だったりとか、カメラの充電とかね、あとスマホの充電をしてる分に関しては、まあ、ほぼプラマイゼロ、まあ、もしくはちょっとプラスでね、充電できるかなという感じで使えるかなと思います。充電性能に関してはね、まあ先ほどね、雲かかってない状態でだいたい 17W ぐらいなので、まあ、30W ソーラーパネルのだいたい半分ちょっとぐらいで、できるかなという感じで、充電の方ができました。今ねまた日が強くなってきたけど、ちょっとね今の状態で 11W となってますね。はい、まあソーラー出力ね、あと角度とかねちょっと変えてあげるとね、若干変わる可能性もありますんで、まあ、今はねちょうど日が、だいたい1時前ですんで、まあ、こんな感じの角度でやってます。はい、はい、ちなみにね今室内でやってますけれども、室内でやったらね、どうなるのっていうことなんですが、今ね若干影になってるな。はい、今ね 100% ギリギリ当たってるかなっていう感じで、4W となってます。さっきね、一瞬 6W とかで出ましたけどもね、まあ室内でもまあ充電はできます。ちゃんとね、充電も反応して、こういう風にね、充電中っていう風に点滅しますんで、まあ車の中とかね、家の中でもある程度窓を挟んでもね、充電はしてくれると思います。はい、ちなみになんですが、今ね、こちら、AC100V コンセントからね、つないで充電させますと、109W という風になっております。なので、まあ、100W 近いね、充電になりますんで、まあ、6時間かな、ぐらいかかるような計算になります。今ね、ちょっとわざと充電満タンにしてなかったんですが、今だいたい70、80% ぐらいかな。あるっていうことだと思います。まあこれがね 100% になれば完了となりますんで、まあ早く充電したい方はね、もうこちら AC 充電を使って、まああとさらにソーラーパネル併用すればね、まあほんと気持ち程度早くなるかなぐらいですけども、あんまりこっちの性能でね、充電をさせるっていうのは、まあちょっと実用的じゃないのかなというふうな感じもします。はい、それじゃあね、実際に電化製品の方ね、使えるか試してみたいと思います。で、一番ちょっとね、試してみたかったのが、こちら、600W 出力なんですが、瞬間最大が 1200W ということになっております。で、このね、お湯を沸かせられるかね、ちょっとやってみたいと思います。
で、これはね、100V、もちろん 50Hz、60Hz 兼用なんですが、定格消費電力 1250W なので、ちょっと 1200W 越してるんですが、これが本当に炊けるのかどうかね。ただこの 1200W っていうのは一瞬のね、動力を使えるっていうだけであって、常時 1200W 出せるわけじゃないので、そこがね、ちょっとどんな感じになるか、やってみたいと思います。はい。じゃあまずね、コンセントの方を挿しまして、AC 出力をオンにします。そうするとここにね、何ワット出力かっていうのが出ますんでね。はい。で、今ね、水 500cc 入っておりますんで、これをね、試しに入れてみるとどんな感じになるかやってみたいと思います。はい、それじゃあね、スイッチ入れます。ダメですね。これは落ちちゃいましたね。これは高すぎか。はい、もう一回ちょっとリセットしてやってみます。ワットチェッカー入れたので、こっちでもチェックしてみたいと思います。今はね、0ワット出力となってますね。はい。じゃあ電源入れます。ダメですね。一瞬でアウトです。はい。さすがに 1250W はね、無理でした。お湯はね、ちょっと沸かせなかったね。でももう一つありますんで、そっちで試していきます。はい。じゃあ次に用意したのがね、この電気ポット。この電気ポットをね、やってみます。で、これはね、はい。700W って書いてます。ちょっと見にくいんだけどね。100V、700W。これができるか、600W 超えておりますが、これができるかをやってみたいと思います。じゃあ、まずこちらをね、AC をオンにしまして、で、これでどうなるかをちょっと見ていきます。これ刺した瞬間にね、オンになるんで、やってみます。はい、じゃあ入れます。はい。840。ダメですね。これもアウトです。はい、切れました。はい、じゃあ次に準備したのは、この扇風機ね、サーキュレーター。これはですね、これはね、簡単だね。32W。はい、これはね、多分余裕でできると思います。じゃあ AC オンにして、入れます。はい、じゃあね、一応今日の3でもうやっちゃいます。はい、34W。下もね、大体 33W。上も33ですね。はい。首振りします。35W。同じですね。はい。もちろんなんですが、こういうのはできます。ただね、ちょっと電気を食う、電熱線が入ったようなね、電気ケトルとか、こういった電気ポット、こういうね、電力を消費するものは、ちょっと注意が必要です。本当に 600W 以下であるかをね、ちょっと確認してからやった方がいいと思います。もちろん電子レンジとかね、そういうのはちょっと難しいんですけれども、ちょっとね、そういった、電気をね、もう 600W 以上使うような家電は注意した方がいいと思います。はい、それじゃあね、結局じゃあ一体何だったら動かせるのかって言われそうなので、試しにね、ちょっとパソコンの方をね、動かしてみたいと思います。で、パソコンと、あとモニターね、これ今つなぎました。で、ちょっとね、タコ足になりますが、2つをね、つないでやってます。で、今の消費電力、これがね、はい、92W。余裕ですね、これは。パソコンとかはね、そこまで負荷をかけない作業であれば、これぐらいなんでしょうかね。なのでね、十分パソコンとかは使えます。で、これに合わせて、さらに、これですね。はい、じゃあ USB で、ちょっと入力させます。で、DC もオンにすると。そうすると、今充電器がね、発動しますんで、こんな感じですね。はい。うん。AC と DC 両方出力させてますが、余裕でできます。はい。ちゃんとね、パソコンもつきました。はい。このぐらいであればね、余裕でできます。はい。じゃあ今ね、ちょっと外に持ってきて、LED 投光器、光るかね、やってみました。今ね、4つつけてます。この持ち運びできるね、はい。この LED 投光器2つと、あと上につけたこちら、表と裏にね、ついてますけども、これ全部ね今4つともつけてまして、270W という風になってます。
余裕ですね。こういった外で使うときにLED 投光器、あと外で作業するときにね、こういった作業灯を使うときもあると思うんですが、この大きさでね 100V を光らせることができますんで、十分じゃないでしょうかね。持ち運びに便利なので、こういう使い方もできると思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、私が使った電化製品が電気食うものばっかりで、ちょっとね、実際に使えないものもありましたが、ちょっと参考程度にね、ちょうど良かったのかなと思います。ケトルとかね、ちょっと電子レンジとか、そういったものはね、こういった中堅クラスの 600W クラスですとちょっと難しいものがあります。2000W クラスのね、大型ポータブル電源ですと、余裕でできたりもするんですが、これはね、もちろん持ち運び性に優れてますんで、車とか積んだりね、キャンプ持ってったり、車中泊で使ったり、あと、災害でね、緊急用としてソーラーパネル付きでね、使ったりするという用途には、十分向いてるかなと思います。一応ね、今、説明書を見たんですが、どういったものに使えるかというと、やはりね、電力がちっちゃいもの、ノートパソコン、カメラとかね、テレビも 100W ぐらい、さっきね、パソコンで使いましたけども、あと冷蔵庫もいけますね。90W となってますんで、なので、小さいポータブルタイプの冷蔵庫とか、あと炊飯器、これも 200W ね、とかね、あと扇風機も先ほどできました。あとUSB で使うような携帯、タブレット、あと LED ライト、ドローンの充電とかね、電気毛布、ミキサーとかって書いてますけども、こういったものはね、十分使えます。なので、もしこのポータブル電源だけを持ってって使うっていう場合は、こういったワット数をね、最初に確認して、600W 以下で余裕で使えるものをね、選別して持っていけばいいのかなと思います。ここにもありますね。カメラとかね、ドローンの充電とか、そういったものでできますんで、車の中でね、充電できるような、シガーソケットの充電ケーブルもありますし、ソーラーパネルもありますんで、駐車中にね、ソーラーパネル開いておけば、窓からね、直射日光当たるところであれば充電もできると思います。はい。じゃあちょっとね、今回ポータブル電源、あとソーラーパネル一体型のね、ブロイー様のね、ポータブル電源のご紹介ということでさせていただきました。ちょこちょこね、山の方でも使いたいと思いますんで、もしこういったものがね、使いたいよとかっていうのがあればね、その時にね、ご紹介の方していきたいと思います。それではね、今日はこのブロイー様の、ポータブルソーラーステーション、パワーステーションということでね、こちらのポータブル電源のご紹介でした。また、こちらの商品のリンクの方は概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければご覧いただければと思います。ありがとうございました。